こんにちは。この動画は個人でフリーCADを使い始めた方が座標系の基本について理解を深めるきっかけとなることを目的としています。今回はシリーズ第3回です。テーマはプレースメントとアタッチメントオフセットの違いです。これまでの疑問を整理していきたいと思います。第1回ではなぜこのような動きをするのかという座標系や依存関係の謎について問題提起をしました。第2回ではグローバル座標とローカル座標の関係、そして移動は親座標系、回転はローカル座標系が基準となる二重構造になっていることを説明しました。最後の第3回ではプレースメントとアタッチメントオフセットの実際の違いを確認します。基本的な内容となりますので初心者の方向けの内容としています。それでは始めましょう。まずはプレースメント項目について説明します。プレースメントはオブジェクト全体を親座標系に対して移動や回転させるための項目です。重要なのはプレースメントが階層構造に従って親から子へと影響していくことです。3D ビューに表示しているモデルはプレースメントの親子関係の連鎖を理解するためのサンプルです。パート GP が親、パート P が子の階層構造になっています。各パートのローカル座標系の原点がどこにあるかを示すため、親パートの中心に赤い六角柱 GP、子パートの中心に青い六角柱 P を配置しています。プレースメント操作はこの六角柱の位置を基準にそのオブジェクト全体を動かすことになります。プレースメントの最も重要な特徴は親から子へと連鎖していくことです。このように最上位の親、パート、GP を動かすとその配下にあるすべての子、孫がまとめて移動、回転します。今度は子パートであるパート P のプレースメントを動かしてみましょう。上位のパート GP には影響せず、パート P とその配下の六角柱と四角柱だけが独立して移動、回転しています。プレースメントはこのように親子の座標の連鎖によって中身のオブジェクト全体の配置を決める座標の仕組みです。次にアタッチメントです。アタッチメントは面や平面にスケッチを貼り付ける仕組みです。アタッチメントサポートプロパティに面や平面を取り付け先として設定するとスケッチはその面に追従します。例えば現在ボディの XY 平面に四角のスケッチを配置しています。スケッチのアタッチメントサポートが XY 平面となっていますが XG 平面に変更するとスケッチが XG 平面と平行になる、または Y 軸方向を向くように再配置されます。YZ 平面に変更するとスケッチが YZ 平面と平行になる、または X 軸方向を向くように再配置されます。では続いてサンプルとして台形型の立体形状を用意しました。この立体形状の側面にアタッチ先を設定するとこのように立体形状の側面にスケッチが貼り付きました。他の側面でもやってみましょう。このように他の側面にも正しく貼り付きます。では立体形状を変形させたらどうなるでしょうか。このようにスケッチはアタッチした立体形状の面に追従します。つまりアタッチメントは参照先との間で常に依存関係を作る操作ということになります。続いてアタッチメントオフセットについて説明します。アタッチメントオフセットはアタッチした基準面からさらに位置や角度を微調整するための設定項目です。画面上に六角柱と四角形のスケッチが表示されています。六角柱はボディの原点を表しており、四角形のスケッチはボディの XY 平面の原点に配置されています。四角形のスケッチが原点からどれだけずれるかをアタッチメントオフセットで調整します。位置や角度を変えるとスケッチが基準点から移動したり回転していることがわかります。プレースメントはオブジェクト全体の移動や回転を設定する項目でした。それに対しアタッチメントオフセットはアタッチした基準面からの移動や角度の差分を微調整するための仕組みとなります。ではアタッチメントサポートをブランクにするとどうなるでしょうか。プロパティを見てみるとアタッチメントオフセットの項目がなくなっています。またプレースメント項目が操作できるようになっています。プレースメントを変更することでスケッチが動きますね。ではボディを移動、回転したらどうなるでしょうか。
ボディと一緒にスケッチが動いています。また、スケッチのプレースメント項目は変化がなく、0のままです。さて、スケッチのアタッチメントサポートをブランクにして、ボディの基準平面から独立させたはずなのになぜボディと一緒に動くのでしょうか？アタッチメントサポートをブランクにすると、スケッチは特定の面に貼り付かなくなります。その場合、親であるボディの座標系を基準に配置されるため、ボディを動かすと、スケッチも一緒に動きます。アタッチメントサポートによる制約からは解放されましたが、ボディとの親子関係そのものは残っています。そのため、親であるボディの座標系の影響を受け続けるわけです。ここで、プレースメントとアタッチメントオフセットをどのように使い分けるか比較してみてみましょう。左側ではボディのプレースメントを変更しています。ボディ全体が親の座標系に従って動くので、中のスケッチも一緒に移動します。右側ではスケッチのアタッチメントオフセットを変更しています。こちらはアタッチした基準面を起点に、スケッチだけが差分としてずれていきます。プレースメントは親に従って全体を動かす仕組み。アタッチメントオフセットは貼り付けた後に微調整する仕組み。この違いを理解しておくと、座標操作を自在にコントロールできるようになります。最後に、プレースメントとアタッチメントオフセットの違いを整理しましょう。プレースメントは親子の階層構造に従って全体の位置と向きを決める仕組みです。親のパートやボディを動かせば中身も全て連動して動きます。一方、アタッチメントオフセットはアタッチした基準面を起点としてそこから相対的に位置や角度を微調整する仕組みです。プレースメントは親に従う全体の動き。アタッチメントオフセットは基準面からの差分調整。この違いを理解すればフリーキャドの座標操作を自在に扱えるようになります。座標系で迷いやすいのは親ボディのプレースメントによる全体の移動とスケッチのアタッチメントによる面追従が同時に存在する場合です。どの設定が優先されて動くのか直感的に分かりにくく混乱してしまいます。今回の内容を理解すればどちらがどのように作用するかを判断しやすくなります。座標系の話は以上となります。フリーキャドで実用上重要な座標系はグローバル座標系、ローカル座標系の原点、そして LCS、ローカル座標系の3つで一通り網羅していると考えています。最後に一つ補足です。座標系としてデータム座標系には触れませんでした。データム座標系は LCS のサブカテゴリー的な位置づけとなります。また、座標系というカテゴリーではなく、データム面、データム線、データム点といった形状作成のための補助的なツールとして解釈するのが妥当と判断したためです。LCS 自体もアセンブリワークベンチ専用の機能になりつつあることも踏まえ、基本的な内容に焦点を絞らせていただきました。ご理解いただけますと幸いです。それでは、今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。